皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいるところは今日すごく涼しくて、とっても朝から風がね、気持ちよかったので、ちょっとジムに行った後にお散歩しに行ったんですね。公園で散歩してきました。そしたら知らないおじいさんが話しかけてくれて、朝から偉いね、頑張ってねって言ってくれたんですね。私はそれを聞いて、すっごく明るい気持ち、幸せな気持ちになりました。やっぱり朝早く起きると、とてもいいことがたくさんありますね。日本語ではこういうふうに朝早起きしたらいいことが起きるっていうことを早起きは三問の得というふうに言います。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは、この今日行ってきたジムでですね、ちょっとあるニュースを見たんですね。ジムにテレビが壁にあるんですけど、それでニュースを見ました。そしてそこで見たニュースがとても興味深かったんですね。いろいろ考えることがあったので、皆さんにお話ししていこうと思います。では今日も早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まずこのニュースがどういうものだったかというと、小学校1年生、2年生、6歳、7歳の時ですね。この時の成績表をなくしたらどうかというニュースでした。成績表をなくす。皆さん、成績表っていうのは何かわかりますか？成績表っていうのは、学校でテストとかを受けたり、あとはどういう態度で授業を受けているか、ちゃんと宿題をしているか、いい点数を取っているか、そういった時に皆さん何か先生から評価されましたよね。そういったものを評価したものが成績表なんですけど、A、B、C みたいな感じでアルファベットで成績をつけられていた方いらっしゃいませんか？日本ではだいたい5段階数字だったんですね。5、4、3、2、1みたいな感じでつけられていたんですけど、この成績表を小学校1年生、2年生の時はやめたらどうかというニュースだったんですね。皆さんはこれについてどう思いますか？私はとても賛成です。本当に小学校1年生、2年生の時は、こういう成績表っていうのをなくした方がいいと思います。なんでかというと、ちゃんとね、理由があるんですけど、なんか小さい頃に感じたこと、嬉しい、悲しい、寂しい、苦しい、幸せとか、そういうふうにいろんな感情があると思うんですけど、そういう小さい頃に感じたことって、大人になっても考え方とか感じ方って変わらないと思うんですね。ずーっとくっついてくる自分の人生に何十年も関わってくるものだと思うんですね。小さい頃って感受性が豊かじゃないですか。感受性が豊かっていうのは幸せ、寂しい、苦しい、悲しい、嬉しい、楽しいとか、そういうふうに感じることを感受性って言うんですけど、感受性が豊かだと思うんですね、小さい頃って。なので私は、こういう時になんか学校で評価されて成績をつけられて他人と比べる。そして例えば劣等感を感じる。劣等感っていうのは周りの人と比べて、ああ、私はダメな人間だ。私はなんでこんな人間なんだ。みたいな感じですごく自分を低く見てしまうことです。これが劣等感なんですけど、この逆で
完璧主義を感じるきっかけにもなると思うんですね。成績表っていうのは。どういうことかというと、とてもとても成績が良かったら、なんか、これからも成績が良くないといけないっていう風に感じる人もいると思うんですね。1回目とっても成績が良かったから、次も頑張っていい成績を取らないと、そういう風に感じる人もいると思います。実際に私がそうだったんですね。私は劣等感を感じるっていうことよりも完璧主義な人になってしまったんですね。私の話を少ししてみると、なんか結構成績が良かったんですね、学生の時。でもこれは別に才能があったとか、生まれ持ったものとか、そういうものではなくて、ただただ死ぬほど勉強しました。泣きながら勉強したこともあるし、もう嫌だって思いながら、一人で落ち込んでしまったこともあったし、ただただ、もともとできたっていうわけじゃなくて、嫌だけど勉強したんですね。これはなんでかというと、小学校1年生、2年生の時に成績が良かった。成績がとてもとても良かったっていうことで、周りからの期待がとても増えたんですね。学校の先生とか親からの期待。あなたはできて当たり前だみたいな感じで言われたこともあります。例えば、私が95点を取った時、私は100点中95点を取ったから、とてもとても嬉しくて、親に言ったことがあるんですね。そしたら、思っていた答えは返ってこなくて、返ってきた言葉は、あと5点だったんですね。別に親はそういう私を悲しませようとか、そんな気持ちで言ったんじゃないとは分かってるけど、その頃の私にとってはすごくすごく苦しかったんですね。95点頑張ったっていうことよりも、取れなかった5点の方が見られてしまう。その5点のせいで、私はダメな人間だっていう風に思われている。そして自分も思ってしまう。そんなことがあったんですね。なので私は点数化されるっていうことが子供の時だけじゃなくて、もちろん今もすごく苦手なんですね。そして一番今までの人生の中で苦しかったことがあるんですね。これは中学生の時なんですけど、私は中学生の時、塾に通っていました。塾っていうのは、学校の後に授業を受けたり、テストを受けたり、勉強する場所ですね。そこに通ってたんですけど、そこでウィークリーテストって呼ばれる1週間に1回のテストがあったんですね。別にテストがあるっていうことは嫌じゃなくて、全然やっぱり自分の能力、自分の努力が反映されるっていうのは嬉しかったんですけど、でもね、それが張り出されるんですよ。あなた何点、あなた1位、あなた2位みたいな感じで、点数と一緒にランキング化されてたんですね。私はそれが本当に苦しかったんです。例えば1位を取った時、この時が一番最悪で、今週1位を取ったから来週も取らないといけない、そういうふうに考えてしまうようになったんですね。小さい頃から少しずつ完璧主義になってしまって、中学生の時にはもう完全に完璧主義。ああ、1位を取らないといけない。100点を取らないといけない。そういうふうに完璧を目指す人になってしまったんですね。ある時、我慢の限界が来たんですね。もう無理だ。私には無理。もう我慢できない。そういう限界が来てしまって、私は塾の先生に泣きながら言いました。私の名前はランキングに出さないでほしい。もう私の名前を晒さないでくださいって言ったんですね。本当に
今思うとよく言ったな自分って思うんですけど、そのくらい苦しかったんですね。別に先生になんて思われようがどうでもよかったし、同じように同じクラスの人、塾で一緒に勉強している人に何を言われてもどうでもよかった。それくらい、とにかくランキング化されるっていうことがすごく苦しかったんですね。そして私はそのランキングから、その成績の表からいなくなりました。私の名前は消えたんです。私はこれと同時にすっごくほっとしました。ああ、これからはもういいんだ。私はみんなと比べられなくて済むし、誰かと比べる必要もない。ただただ自分で勉強すればいい。自分がしたいこと、自分がやりたいこと、そういう風に勉強したらいいっていう風に思うようになったんですね。これがきっかけで自分の意見を持てるようになったんですね。そして元の話に戻りますね。元のニュースの話に戻ると、小学校1年生、2年生は成績表をなくすべきかというお話なんですけど、今話してきた理由で私は本当に賛成です。なくすべきだと思う。やっぱり何回も言ってるけど、小さい頃に感じたことっていうのは、大人になった時の自分の考えとか、自分の感じ方、自分の性格にまで影響してしまうと思います。なので、小さい頃、そんなに心が成長していない時に劣等感を感じる完璧主義になってしまう。とてもとても悲しいことだと思うんですね。なんか、人としての魅力を勉強だけで判断してしまっている感じ。頭の良さとか賢さ、成績の良さ、それだけで人の魅力が判断されるっていうことがすごくすごく悲しいなと思うんですね。6歳、7歳の時から。私は小さい時に戻れるなら絶対に成績表なんてなくしてほしいし、見たくもない。破り捨てたいくらい嫌ですね。なんか、人としての魅力ってやっぱり勉強じゃなくて、私は誰かに優しくできる心とか、そういう中身、人としてどうなのか、人間としてどうなのかっていう道徳的なものの方が大切だと思うんですね。勉強ができるっていうことももちろん大切だけど、それ以前に大切にしないといけないことっていうのがあると思うんですね。だから私はこのニュースについて賛成です。もうなくしてほしい。子供たちのためになくしてほしいなって思うんですね。その子たちが大人になった時にどういう人になるか、どういう考えを持って、どういう感じ方をするかっていうのに、成績表っていうのがすごくすごく影響してしまうと思う。良くも悪くも。だから私はこういうふうに思います。皆さんはどうですかね？何かこのニュースについて感じること、考えることはありますか？きっと賛成の方もいらっしゃると思うし、いやいや成績はあった方がいいって思う方もいらっしゃると思います。それは人それぞれの考え方だと思うので、どれが悪いとか、どれが正しいとかではないと思うんですけど、皆さんの考え方とかもぜひコメントで聞かせてもらえると嬉しいです。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたかね？いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。